ここはね、ちょうどね、ここ開館して3年目なんです。茶屋街っていうのは芸妓さんのいるところ、芸妓さんがいろんなお座敷芸をやったり、お客さんとお接待する場所なので、そういう文化があるということで知ってほしいんで、ここにそういう文化をお伝えするゾーンを作ったんです。ここに今います。はい。で、これね、夏の絵なんですよ。七夕ですよね。とっても賑やかな絵なんですけど、この辺は昔からの芸能演舞場、お芝居小屋、寄席、それから茶屋街があるということで、演芸とか芸能の非常に盛んな拠点だったわけです。今東数町で芸妓さん21人おります。三茶街全体では36人ですけど、浅野川を中心にした我々文化をご紹介してますんで、ここでは普段東と数町の芸妓さんをご紹介中心にしてます。一番若い方は去年の10月デビューして19歳。まだお酒飲めないんですよ。ああ、そうですよね。現役最高齢は90歳。すごい。すごいでしょ。お歌と三味線すごいですよ。そうなんですね。だから19と90。英語で言うとね、19 from 19 to 90って言うとすっごいウケるんだけど。一番上がね、1820年、茶屋街が始まった時からの縦軸で歴史をこうご紹介した映像になっています。そこに池に船浮かべてるの見えるでしょ。あれ実は兼六園。芸妓さんあそこにいて、お船の上にも芸妓さんいるんですよ。お船の上で遊んでる。すごい。そのね、お大事に遊びしてるわけです。まずね、新人さんというかね、踊りからスタートするんです。芸妓さんの芸というと踊りとこういう太鼓ありますね。太鼓も小さい太鼓、あと大きい太鼓もあるんです。2階に飾ってある大きい太鼓ね。それからお笛ですね。それから鼓、三味線、もちろんお歌にも小唄、長唄、清本とかたくさんあるんですけど、それをそれぞれ別々のお師匠さんがいるんですよ。これがね、実は金沢の芸妓さんの素晴らしいところなんです。素囃子って言ってお囃子ってあるでしょ。要は踊りがなくって楽器の演奏だけで演奏する、これをね素囃子って金沢で言うんですけど、金沢市の無形文化財、ひな壇でこうやって演奏してますけど、邦楽のオーケストラって言われます。この楽器が全部出てくるわけですね。三味線、鼓、ね、大川、笛とかね。今日は踊ってるけど、次来たら後ろで三味線弾いてるとか、そういう変幻自在なところ。これがかっこいいところですね。だからこの辺の人です。芸歴5年から10年の人たちっていうのはこれを全部やっちゃうんです。建物自身はほとんど原型はないというのはないんで、2分の1だけご紹介です。で、ここがこうやって見ると分かるように全部黒い瓦があるでしょ。黒いですね。それで茶屋建築ってこういう細い格子があって、でこれがね、このゾーン入るとみんなうわーって皆さん言いますけど、街並みがずっと揃ってるでしょ。だから金沢オリジナルとか地元オリジナルなものを大事にしていこうっていうのが我々のコンセプトですから、全然ここには由来のないものが来るというのは基本あんまりないです。これ言ったらぜひ見てきてください。いや、ちょっと気になってたんですけども、これ本当にあるんですか？この松の木ね、松がこのお茶屋さん、藤俊って言うんですけど、お茶屋さんの玄関からこう生えてきた松がどんどん生えて、天井届いたんで天井を上げたんですよ。おかみさんよりはるかに大きいでしょ。すっごい大きい、しっかりしてます。一回行くとこのぐらいですよ。かっこいいね、こんなことやるってのはね。かっこいいです。我々は敬意を込めてお松の型って言うとるんですけど。そうなんですね。1階は受付とかおかみさんがいたり、お着物を置いてあったりとか、
そういう準備の2階がお迎えする場所と、そういう流れですね。ちょっとそこにいてください。はい。昼と夜のイメージがガラッと変わります。なんか切り替えができるんですか？うん。です。わ、すごい。ちょっと目線をね、はい。ここまで落としてみてください。中にお客さんがいるでしょ。はい。時代劇にあるでしょ。そんな時代、ここにいっぱいお客さんが通って中が見えるっていうのがね、はい。動画を撮る人いっぱいいますもん。こうやって、そうすると茶屋が夜来たみたいになるんで、それをインスタに飛ばしてる人がいっぱいいて、はい。それがどんどん増えたのかなという気がするけどね。あ、いいね。はい。はい。ここも。OK。これがね、さっき言ったように料亭で踊りを披露するっていうのがこのシーンで、ここから次にこれがね、お客さんと一緒に遊ぶお座敷遊び、お座敷の太鼓遊びですね。これ散財太鼓ですね。財産をもう散財する。一回行くために何万ってかかりますから。はい、これ加藤清正の虎退治っていうのをモチーフにして、お客さんが虎を退治する。じゃんけんぽんですよ。このお酌の姿勢、素敵でしょ。お酌して30年、お酌の仕草一つがね、芸妓さんが綺麗なんですよ。この仕草が綺麗。実はここのね、園遊会のずーっと事務局ボランティアをしてたんです。10年ブランクあるんですよ。30から50まで。園遊会は芸妓さんたちを応援する、もう応援団ですから、我々はここで出演の場所を増やすとか、あるいは外国の方とかいろんな方に芸妓さんの芸を素晴らしいことを見てほしいなと。茶屋が行っても見れませんし、ここなら見れますよっていう場所を作りたい。実はここに写っている3人がこの浅沼園遊会というものの井戸を掘った最初の人で40年前ですよ。もう当時は新しいものがかっこいいで、古臭いものはかっこ悪い、古臭いねで終わりそうだったんです。だから街並みがだんだん崩れてくるという中で、いやこの街は本当は素晴らしいよとかね、芸が素晴らしいよっていうのをこの4人が気がついて、この文化とかこの金沢が好きな人、この浅野が好きな人、このり泊まれってやった。そうすると毎年毎年ボランティアが増えていく。で今ね、今度は芸妓さんだけじゃなくて落語とか、お茶会とか、今いろいろこれから始めていくつもり。あなたどこから来たのっつって、で、みんな喜んでこうやってここから剥がして、ここから私来たよとか、ここからいましたとか。欧米、ヨーロッパが特に多いですね。ヨーロッパ多いんですね。この20、30、40にここが入ってる。ここね。4分にするんですか？お願いします。2本選んで、半分。なんかこれの上に氷たっぷり入れた麦茶置きたくないですか？なんかすごい上手にできる人すごいね。どうしようか。こっちの方がいい。こっちの方がいい。よし、こっちで行こう。こっちで行こう。完成した。でもポスターにこうやって使うか。そうですね。ポスターで拭いたらまたすぐ使う。
あ、そうですね。はい。でしょ。それで畳の香りを知ってもらうと。ああ、確かに。じゃあ、あっちが。あ、戻る。